こんにちは。今回はステンレスの 20A のパイプを2層仕上げで溶接していきます。パイプの板厚なんですが、これは 3mm です。過去の動画でも紹介したのですが、25A 以下の小口径配管はトーチを浮かして溶接したり、タングステンをかなり短くした方がいいので、今回はタングステンの長さは 3mm ぐらいで溶接をしていきます。それでは1層目を溶接していきます。電流が100で棒は 1.2 を使用します。裏波の出し方につきましてはいろいろな動画で説明はしているんですが、初めて見るのがこの動画という方もいると思いますので、また裏波の出し方を説明していきます。まずアークを出し、プールがある程度しっかり揺れ始めたら溶接棒を入れて、沈んだのを確認できたら次に進んでいきます。僕は沈んできたのを確実に把握したいため、切りながら溶接をすることが多いです。今回小口径配管をなぜ浮かして溶接をしているのかは、前回紹介した一層仕上げの動画を見てもらえればわかると思います。今簡単に説明しますと、小口径配管だとプールの先端までガスが当たりづらいので、トーチを浮かしてプール全体にガスが当たりやすいようにするためにトーチを浮かしています。これをすることで 25A 以下の小口径配管でもプールが酸化することなく溶接をすることができます。40A からはトーチはつけたままの状態でもプール全体にガスは覆うことができるので、酸化などはせず溶接をすることができます。プールが揺れ出して沈んできたら進むというのをひたすら一定のピッチで繰り返すと、幅も整うし綺麗な裏波が出て安定したビードが作れます。これが今回の 20A の裏波の状態です。一定の高さで安定した裏波が出ていると思います。これが1層目を終えたビード外観になります。やはり 20A なので結構焼けてはいますが、幅の方は綺麗に揃っていると思います。幅を整えているので2層目が溶接しやすくなります。この時に結構焼けているので、必ずワイヤーブラシやカップワイヤーなどでこのように磨いてください。磨く作業はすぐ終わりますし、この作業をするかしないかで2層目の見た目がだいぶ変わってきますので、磨いた方がいいと思います。それでは2層目を溶接していきます。2層目も1層目同様、タングステンの長さは 3mm ぐらいで溶接をしていきます。電流は 20A ということもあり 60A で溶接をします。溶接棒の方は 2mm を使用しています。2層目にトーチをつけて溶接をするんだったら、1層目もトーチをつけて溶接ができるんではないかと思うと思いますが、基本的に1層目を低い電流でやるとき以外はトーチは浮かした方がいいです。なぜかと言いますと、電流が高いとプールが伸びてしまうので、プールの先端が酸化してしまうからです。なので2層目も電流は60という低い電流で溶接をしています。これをすることで動画を見てわかると思いますが、プールが先にあまり伸びないので、プール全体にガスがしっかりと当たっている状態が維持できています。プールが伸びてしまうと、プールの先端に溶接棒が入っていると思うので、溶接棒自体も酸化してしまいます。なのでプールがずっと酸化した状態になって、プールが前に進まないので色も黒くなりますし、見た目もすごく悪くなります。このパイプも RT 検査があるので丁寧に溶接を行っています。2層目で注意することは、よくローリングをすると棒が途切れるという人がいるのですが、アーク調が変わってしまい棒が先解きをしてしまうことが多いと思います。なのでこの動画のようにアーク調を一定に保っていれば棒が先解けすることがないので、ずっと綺麗に馴染んでくれて綺麗な溶接ができると思います。
昇降系配管は熱伝導率が速いので、なるべく早くローリングをして先に進んでいくようにしましょう。そうしないとビードが酸化してしまったり、2層目で伝わった熱が1層目の裏波に湧いてしまうこともあります。これが2層目を終えたビード外観になります。タングステンを短くしてプール全体をガスがしっかり覆えていたので、綺麗な色に光っていると思います。2層目も昇降系配管は浮かしてウィービングやストレートなどで溶接をするのもいいと思います。ただ僕はより安定できるので、昇降系配管でも基本ローリングをしています。はい、昇降系配管なので動画の方早かったですが、最後までご視聴ありがとうございました。コメントなどありましたらコメント欄に記入お願いします。仕事の関係上ステンレスのパイプが続いてしまいますが、次回はステンレスの 6mm のパイプとステンレスのフランジの動画を上げたいと思います。それでは最後まで視聴の方ありがとうございました。